皆さんこんにちは。お久しぶりです。シェンムー葉月亮役松風雅也です。僕初めてお会いした時のオーディションが極秘オーディションがバーンと入っていったらですね、ユウさんを筆頭に関係者がずらっと並んでて、そこでいろいろ質疑みたいな話になるんですけれども、失礼なんですけど鈴木優さんを知らなかったんですよ。ゲームセンターは行ったことがもちろんあったんですけど、優さんがその時に初めて会った時ですよ。僕のこと知ってるっていうふうにもう気さくないつもの笑顔で、じゃあすみません存じ上げません。じゃあもう横の共演一緒のオーディションの人たちはもう名前見て震えちゃってて、もう僕の次に聞かれた人がいや知ってます、ユウさんですよねみたいな態度を見て、僕やばいなと思ったんですけど、でお話ししたらバーチャファイターをみたいな感じの空気になってきたんですけども、ゲームとかやるのっていうふうにユウさんに聞かれて、僕それでユウさんが作ったって知らなかったので、当時対面対戦みたいなのがすごくもうブームになった時で、僕あれ頭に来すぎちゃって乱入とかされるじゃないですか。それで負けて「You lose」と「Lose」みたいな出たでももう我慢できなくなっちゃうんですよって、もう誰がやってんだとかって覗いちゃうんですっていうの言ったら、すごいユウさんがニコッと笑って「いいねそう」っていう風に今思うと、でもあの時もっともっと大好きで、知ってるっていう人もいっぱいいたんですけど、ユウさんが選んでくれたのが後に僕で、だからゲームしたとこよりもそういうのよりもちょっとカチンときちゃうとか、そういう方の人間をユウさんっていうのは集めるんだなって、自分のことを大好きなんです大ファンですとかっていう人を人って集めたがるじゃないですか。そういうのユウさん全然しないんだなっていうのが印象ですね。今思ってもすごいやっぱかっこいいですよ。不思議な大人ですよね。ユウさんに初めてお会いした時から相当経ちますけど、ユウさんに似てるなって思ったことが今までやっぱりないですよね。ユウさんに似た人に会ったことがないっていうのと、あとやっぱ僕20代でユウさんに会えたことがやっぱとても迷惑もたくさんかけたと思うんですけど、とても影響を受けましたね。こういう大人っているんだっていう、こういう熱意とか持って人を動かしたり、こういうみんなの知らないものを発想して伝えて形にする人間、すごいなって思いますね。ユウさんとお食事する機会があって、でその時にやっぱり世界中から言われると、3の話、シェンムーの話ですね。シェンムーってで、僕らやっぱ東京のある一箇所で人にバレないようにずっと長い時間かけて、ユウさん企画から言ったらもっとですよね、長い間ずっと作ったんですけど、やっぱできたものが本当に世界に飛んでるっていうことを、ユウさんは特にゲームのイベントとかでも世界中飛び回るので、招待されて行かれるので、やっぱ実際にすごい言われると、もう世界各国いろんな国のいろんな年齢の人たちに。だから当時はやっぱあまりにもちょっと閉鎖的なところにいたせいで、僕ら世界に対してやってるのは分かってましたけど、リアリティがねなかったのがすごい今すごいそれを感じたり、今回新しくっていう動きになった時に俺もうちょっと感動し泣きそうになったんですけど、ユウさんがやっぱり終えて時間がこうやって経ってきて出会うシェンムーユーザーにやっぱいろいろ言われるみたいなんですよね。大好きだったとか、これで人生変わったとか、自分の人生がこういう風になったのはあなたの作ったシェンムーのおかげなんですみたいな。ユウさんとそれこそね2人でお食事した時なんですけど、本当はやっぱ完璧な形っていうものじゃないと出さない方がいいんじゃないか。そりゃそうですよね。もう今でも世界初、誰も他にできなかったところでやって、もう一個柱立っちゃってるじゃないですか、シェンムーっていう。でこれを変な風に出すぐらいだったらこのままにねしといた方がっていう風にやっぱ思ってた時期もあったらしいんですけど、そのユーザーの人たちといっぱい話したら、これ出さないで終わるっていうのはないなと、この愛情に応えないっていうのはちょっとないなっていう風に思うようになったんだよねって。完璧な形じゃなくても今の形っていうもので多分伝わるんだと思うんだ、やつらにっていう風におっしゃったんですよ。多分ユウさんの言うやつらもね、もうそれユーザーの数もすごいですからね。今動くユウさんってシェンムーのユーザー
の僕もやっぱ国内ですけど AM2 サマーフェスティバルとか一緒に回らせていただいてあったかいんですよね。みんな大好きで、そこ見て動くんだと思ったらちょっとなんか鳥肌立って、これはだから僕も本当に奇跡みたいですね、この状況になんか入れるのが。誰よりも私が本当にもうワクワクしてます。もう夢のようです。もう奇跡のようです。もうただでも当時ともう本当にデジャブかなと思うんですけど、見えてないのに間違いなく言えるのが、現代によみがえるシェンムーはもうそれは世界一だと思います。ぜひですねご期待いただいて一緒に最後まで楽しんでもらいたいと思います。